2階建てだ。やっぱ人が入らないと一気に道荒れちゃうんですね。防空壕とかですかね、これ。これなんでしょう。熊穴。池井保氏が記した著書「滅び村の子らと生きて」には、市が板取小学校に赴任した1967年4月から1972年3月の期間に起きた出来事や自身の活動についてが記されています。この時代はまさに戦後丹後半島で僻地と呼ばれる集落が次々と消滅していった時期と重なり、そんな時代の最中に生きた人々の厳しい生活や心情が克明に記録されています。今回はこの著書の内容をもとに、激動の時代を生きた人々の痕跡を追っていきましょう。ここにかつての学校跡が、校舎残ってるんだ。上にある。これなんか校門の跡っぽいね。これは本当だ。今のよく見る学校に似てるけどちょっと違うって感じ。ここ多分なんか家あったんだろう。廊下が、本当だ。廊下塞がってますね。あれなんだろう。体育館とか。2階建てだ。キャンプ場できた時は何かあったら個室で避難とかしたんですけど、耐震とか厳しくなりましたよ、途中建物が。そうですね。それで全く使えなくなると思うんですよ。なるほどなるほど。でこっちがキャンプ場の。ここはグラウンドなんですよ。なるほど。1872年に第三大学区第九中学竹野郡倉内校として創設され、戦後には倉内、三山、乗田ヶ原、竹久曽、小脇の5集落を学区とし、正規には80人の児童を抱えていました。しかし学区内の集落では生活の厳しさから離村する住人が相次ぎ、1975年には学区内の集落は倉内のみとなりました。最終的には1990年をもって閉校し、その長い歴史において600人を超える卒業生を送り出した板取小学校の歴史は幕を閉じました。広いっすね。グラウンドでね。すごっ。本当だ。キャンプ場になってますね。ああいう設備とか。本当だ。かつては電気も通ってたんですね。こうやって。確かに。で冬なんかは先ほどの危ない場所あったでしょ。あそこは危ないんで、深山の人はこの山越えてこのグラウンドの裏手あたりに出てきたって言ってます。竹スキーで降りてきた。あの道は絶対通らない。なんかそんなこと言われてますよね。わざわざ迂回してくるんですね。こう。上の集落乗田ヶ原の子供たちも来るときは竹スキー、帰りは竹スキーだって。そんなお話も聞いたことある。いや大変ですね。通学するだけでも。池井氏の著書には、この運動場を作る際の苦労が語られています。地域と学校は一体となって町当局へ広いグラウンドをの陳情や要請が毎年された。43年の5月、いろいろな曲折の末、新しい校庭の加入れ測量が始まった。この年の末には用地の買収が終わった。44年の9月、工事に着工した。騒音は激しかったが、その音はうるさい音ではなく、建設の夢を誘う音であった。この年の11月の末には工事は完了し、運動場ができた。春になった45年にローラー引きを始めた。10月12日に運動会を開いた。村の人すべてが集まって、万国旗も風になびいた。
大人から子供からおじいさんおばあさんまで元気よく走った。雨が降っても走った。傘をさして走った。それほど広い運動場ができたことが嬉しかったのだ。昔はもうちょっと開けてたんでしょうね。なんか畑とか多分あったと思うんで。この植林なんかあるとこ結構畑があったんですよね。そうですよね。杉のとことかはおそらく植林ですもんね。全部植林の人だかな。あ、いいな。宮山集落。古代より移り住み。あ、昭和50。古代怒り高原に前多分大昔は怒りに住んでおられた方がだんだんこっち降りてこられてみたいな。怒り高原で怒りも昔はなんか怒り1000軒とか言ってごっつい集落があったようなことを。これは公民館なんですか？公民館で、私のそのお友達の方が子供の頃はここにしか電話がなくて、ここに電話かかってきたら村内放送で、何々さんとかで呼んだらそこから走ってくる。なるほど。電話取ったりして。なるほど。行きましたよ。へえ。多分この山越えたら学校なんですよね。学校に出るんですね。ここを越えると通学路があるかもしれない。その冬はね危ないからこの山越えてみたいな。なるほどなるほど。あの辺とかすごいですね。全部植樹されてますね、これ。歩道だな。これをね奥行くと竹久とっていう人がちょっと昼から行こうかはい。つながるんですね。いやすごいな、この石垣とか。立派だ。すごい。こんな高いところに墓地を作ったんですね。本当だ。大体お墓って廃村とかそういう集落があったら、集落より必ず高いところにあるんで。そう確かにそうですね。なるほどなるほど。確かにこの他県の集落とか見てもそんな感じだよね。そうだね。高台に。荷物を作りながら普段はあまり見ない自分の家をじっくり見ると、なんと素晴らしい家だろう。60年前に建てられた家だから隙間がたくさんある。寒い風が吹きつける日や雪が吹雪く日にはその隙間から容赦なく雪が入ってくる。しかし大きな太い柱、高い天井、どれも黒く光っている。見上げる家は堂々としている。60年の間、雨、風、大雪と戦い抜いてきた家。これは私の家だけではない。こんな深山の歴史が消える。その日が来た。良い天気だった。お父ちゃんもおばあちゃんも言葉は少なく荷物を運んでいた。さすがの弟も元気がなかった。最後に祖先の墓に参った。長い間、おじいちゃんの墓に手を合わせている父が寂しそうだった。その横にちょこんと立っているおばあちゃんが悲しそうだった。それからもう住むこともない家をじっと見て出発した。すごい植林されてますね。全部そうですもんね。かつての住居跡にマリアン。おお、これなんだろう。マリアン。なんか外人の方の。すごいな、珍しいな。確かに。あれお墓かな。リチャードだってなんかネットで検索したら出てくる。住んでたんですね。この人がそのキリスト教だかなんかので
宣教師。虐待を受けてた女性とかをここで保護してなんか世代のことをへえ。間違ってたらしいんです。ちょっと詳しくは調べてください。外国の方が住まれてたんですね。宣教師なんかそんな感じ。これがマリア層。マリア層だ。すごいな、なんか初めて見るパターン。初めて見るね、このパターン。あれ、ここで通行止めになるんですね。ここをずっとジグザグ上がっていくと、乗ったヶ原、乗る田んぼの原、歌原っていう集落があって2、3軒ぐらいの集落。へえ。でそこからもう少し上がるともう怒り高原っていう牧場があります。なるほどなるほど。昔は畑は全部その怒り高原だったんで、そっちにあったんですね。向こうに作りに行ったらしいですよ。へえ。深山の12個だけは離村しないでこの村を一生懸命に守り続けてきました。だけど、うちの姉ちゃんは保母になるため大阪の学校へ行き、2番目の姉ちゃんは高校だけど通学できず、下宿をしなくてはならないのです。これは僕の家だけではありません。とうとう三宅というところへ集団離村することになったのです。僕の村は50年の冬明けとともに廃村になります。僕たちの先祖が必死になって守り続け生き続けてきた村なのです。できるなら永久に続いてほしいと願うばかりです。先祖たちは離村のことなど知らずに草葉の陰で眠っていることでしょう。でも村と別れなくてはなりません。僕は三宅に行っても豪雪を一生忘れることはできないでしょう。さよなら。ここの集落も多分ね、昔はもっと違うところにあったと思うんですよね。東禅寺、こういう後ろに書いてあったかな。東禅寺がどうなの昔、雪崩が何やらかんやら書いてあったらしいのかね。本当だ。由来が書いてありそう、これ。これ。うわ、すごい。大雪に見舞われた。この時読めへんな。ちょっと黒くなった。洗いたいですね。すごい立派な、多分これお寺とかの瓦だったんだろうな、これ七福神かな、地元の方がお供え物を。平成5年ですね、これできたのがまだ最近ですね。本当ですね。やっぱり最後ここ離村されてた方がもう70代80代になってくると、ふるさとのことを思う気持ちがまた強くなってきて、こういうものを一個残しておきたいと思うんですよね。そうですね。小脇の村は引っ越しをする。私のうちも夏休みの終わりには引っ越す。小脇と別れたくない。空気のいい小脇。水もある、木の実もある。引っ越しをしたら公民館が寂しがる。山が寂しがる。なぜ引っ越しみたいなことを考える。ただ一つ道の悪いことだ。道を良くし、便利のいいようにする。私は小脇が好きだ。小脇とは離れたくない。これがもう年々来るんですよ。前もっとちゃんとしてたんですけど、数年前まで。でもあれですね、かやぶきのこんな感じで中の藁が見えちゃってますね。もうこうなったら一気になってるんですよ。でこっからアクセスしてたと。人んちだからね。今ご飯昼食を食べにめちゃくちゃおしゃれな施設。めちゃくちゃ豪華な海鮮丼が来ました。素晴らしい。
今日はちょっとみんな海鮮丼で、海が近いんで海鮮が食べれるんで、この海の景色を見ながら昼食をと思ってます。最高の場所ですよここは。まあちょっといただいていきましょうか。いただきます。完食しました。まだ午後もあるので、そうですね。ちょっとここでしっかり休憩して次行きたいと思います。頑張りましょうか。このような山間集落から人が離村していく主な要因はどういったものがあったのでしょうか。京丹後の廃村化が加速する時代の最中、その場所で実際に暮らし、その様子を目の当たりにした著者が言及しているものは以下の通りです。食料を国内自給から食料輸入へと転換するなど、国内の農業政策が大きく改革され、零細農家が農業で採算を取ることが困難となった。老人の高齢化により、冬季の急病に打つ手がなくなった。高校入学に伴い、必ず発生する下宿などの必要経費が家計を圧迫している。男たちの冬季の出稼ぎにより、集落に残される母子、老人の生活の厳しさ。著書にはこうした数々の問題に直面しながらも、故郷での生活を維持するために、あらゆる努力と試行錯誤を重ねたことが記されています。しかし現実は、そんな住人たちの生活をさらに追い込んでいきます。一軒また一軒と集落からは離村者が増え続けました。これが永久層行きます。あ、この上なんだ。安心感すごいよね。確かに。これまで普段の取材だったらね、こんな安心してこういうとこ入れないもんね。間違いない。何があるか分かんないから基本。あ、木も倒れちゃって。このような細かったやつだったらね。相当ひどくなってるやっぱ人が入らないと一気に道荒れちゃうんですね。よいしょ。建物見えてきましたね。あ、本当ですね。そう、数年前まではなんか畑として使われてたみたいなんで、ここ。ただ最近ここ数年はその持ち主さんも来られてないみたいな話はしてたんで、高齢になるとなかなかね、難しくなっちゃうよね。倉庫として使ってたのかな。タバコ本当だ。だってこんなところで買う人も、だってこれ稼働してるわけないもんね、ここで。なんで運んできたんだろう。不思議。あ、これは集落。ああ、石垣が見え始めましたね。ああ、石垣あるね。すごい。あ、すごいな。こうやってなんか沢が水を流れるようにしっかり水路が作ってある。美しい。すごい。なんだこれは。山小屋、本当に。へえ。ここをずっと行くとさっきの宮山に行ける。これとか。ああ、宮山に続くんですね。ここ行くと宮山に出るんですね。へえ。全てはつながっている。包丁が落ちてました。ここに石段ありますもんね。いや、竹に侵食されてしまって、ここ多分住居跡なんですけど、灰のを思い出すな。池井氏は著書の中で僻地を基本的人権が著しく侵されている地域のことであると定義しています。雪が降れば常に命に危険が及び、学校給食が始まっても僻地に給食は届かない。冬季には集落の男たちは生活を支えるために幼い子供、女性、老人を残し、冬の暮らしを案じながら出稼ぎに行かざるを得ない労働環境。
憲法で基本的人権が尊重されている中で、これらの社会的不合理を集中的に受けるという矛盾、そしてついにはその結果が廃村という形で現れるのだと語っています。ここの石垣めちゃくちゃ緻密なんですよね。ほら、すごい石ちゃんと加工されてる。ここの石垣は。これは何レベルですか？これお城レベルです。格付け。2段階ぐらいしかないの？え？2段階ぐらいしかないの？その格付け。格付けは立派な石垣とお城レベル。まあポジティブしかないってことね。そうそうそう。ネガティブな石垣なんてこの世に存在しないんですよ。おお、これ何ですか？あ、瓶ですかこれ。うわ、すげえ。何本ある？瓶の石垣。瓶すごい。垣。何の瓶ですなんすかねこれ本当に。面白すぎるなこれ。すげえな。住民の方が作ったんかなこれ。毎日1本塗ると2本ずつ飲みたい。めちゃくちゃこれワンカップとかかな。ワンカップ？でも絶対酒ではあるんですよねこれ。ワンカップか。なるほど。やさかずる。あ、やさかずるはお酒ですね。あ、本当ですか？これ一日の楽しみだったからこれを一個ずつ積んでいくのが早死にするぞこれは。ここまで築き上げたのがすごいな本当に。この穴なんでしょうね。防空壕とかですかねこれ。これなんでしょう。室って知らん？室って言わへん。室っていうんですか。こういう穴のことを。ああ。へえ。なるほど。多分まだあるんちゃうかなこういうところ。あ、これもそうか。あ、なるほど。ありますね。本当だ。なんかちゃんと部屋っぽくなってるんだよな中が。広いですね。すごい。あ、ここにもある。さあ問題が来ました。さて問題です。あ、車種当て。車種当ての時間がやってきましたねこれ。あ、でもこれ分かる人いそうだな。いやこれはもうちょっと前からだけにしてくださいね。後ろからちょっと一発で分かっちゃう。見えちゃうんですね。有名な車なのかな。結構。これはもうフォルムしてる。多分まだエンブレム残ってるんだ。あ、日本車？日本かなじゃあ。分かっちゃう分かっちゃう。じゃあ皆さん答えお披露目します。はい。スプリンターカリブ四駆。って言うんだ。へえ。四駆か。トヨタですね。トヨタです。これいいなぁ思って昔この車好きでしたけど。やっぱ車ちゃんと行き来してたんですねここにあるってことは。うん。そうですね。でこの奥ずーっとここから5、600メーター行くとはい。牧場の跡があっただからその上にマイクロバスとかが止まってくんでへえ。ここマイクロバスが走ったんかな。確かにこの細い道をすごいですね。これ竹急須の所有の牧場だった。いや竹急須が多分離村されてからこの奥を牧場でやりたい人が多分やられてると思うんですよ。なるほど。住民去った後にってことですね。多分そうだと思いますよ。へえ。僕たちは過疎の嵐のただ中に暮らしている。僕たちの板取小学校の校下には5つの村があった。その中の竹急須の村が昭和39年に廃村になり、44年には乗ったヶ原の村が廃村となり、47年には小牧の村が一軒となった。どの家もどの家も村を去り廃墟となる。こんな形でしか残り得なかった村。そして人々。その悲しさは、屋根は落ち、壁は崩れ、柱がポツンと立っている家。道端に放置され、錆びるに任せたオートバイ。残された水亀に溜まってしまった雨水。それらに象徴されている。人の気配の全くない村。シーンとした村。かつて厳しい自然の中に
ずっしりと土に根を下ろし暮らしを育て守り通した人々の村の切なさがひしと胸に迫る。どうしてこうならなければならないか。こうした現実の中で子どもたちも生きている。これが、例の戦時で火薬が貴重だったから、もうツルハシとか石の実体力と記憶によって完成ってかすごい。すごいね。すごいな、これを手で、ツルハシやばいな。なんかこの水もちゃんと落ちるようにしてあるね。これ本当だ。排水できるように。おお、コウモリだ。コウモリがいる。でかい。コウモリいました。トンネルなかった時はここを降りて川を渡って、山を迂回したのかな。それでやっぱ川が増水しちゃうと子供たちが危険なんで頑張ってここにトンネルを、トンネルね必要だったねそれは。へえ。これできてからはなんか書いてありましたけど、お母ちゃんたちがその集落から夜暗くなる前は、秋とか暗くなる前に提灯持って迎え来てたんで、ここまで来てたんですね。へえ。いや歴史を感じますねこの場所は本当に。ミドノに伝承として細川ガラシアが幽閉されてたんで。あれこの辺なんですね。へえ。もう本当にこの辺なんですね。なんかネットで調べてて見てたんですけど、まさかこの辺とは思わなかったです。いやでも本当これもみじ紅葉見てみたいです。そう全部もみじですもんね。すごいですね。大きい滝だ。いやこれはいい滝ですね。本当に。坪倉さんの滝だから。ほぼガラシアではなく。いやすごいですね。ちゃんと整備この辺りへの貢献度が半端ないですよね。確かに。山で遊ばせてもらってるんで恩返しぐらいです。もう根ざしてる本当に。そうですね。これでバック紅葉だったらもう完璧っすね。でもこれからですよ。僕らの動画を見てくれたら間に合うかもしれない。確かにね。いやいいですね。いやこれいいですね。ぜひ皆さんここを訪れた際はこれを持って記念撮影してください。記念撮宣伝してあげてください。屋敷跡なんですねこれが。そうです。でも古井戸の跡があったりとか、ちょっと小高い場所にありますね。これは古井戸ですか。そうです。これが古井戸。これ井戸なんですね。ここにもありますよ。本当だ。おお。ここにもありました。さっきの持つ用のあれですね。プレート。あちこちにあるんだ。何個作ったんだろう。これがいやすごかったっすね。今日何箇所回ったんでしょう。10近く行ってますよね。何行ったんだろう。一応ここが今日の旅の終着点畑村ですね。いやなんかどこの集落もこういうの残ってますね。すごいですねそれが、本当にやっぱ残そうって。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとこれからまた町の方に戻って、そこで解散というふうにはなるんですけど、一旦はここで旅の終着ということで、畑村でした。ありがとうございます。丹後半島の山中には時代の変化に飲み込まれながらも生きる術を日々模索しながら努力し、しかしそれでも生き方を変えざるを得なかった人々の暮らしの名残が眠っていました。村が朽ち果て自然に飲み込まれたとしても、誰かの記憶に残り続ける限り
この場所で生きた人々の歴史が消え去ることはありません。そして未来の私たちはまずは知ることから始めなければなりません。はい、ということで、今日は京丹後市の廃村を坪倉さんにお願いをしていろいろ巡らさせていただきました。本当にありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございます、本当に。はい、今回は結構車で回していただいてあまりこう、ね、山中歩いたりとか少なかったと思うんですけども、まだまだ丹後には今日多分 10カ所弱ぐらい回ったと思うんですけど、まだ70カ所80カ所ぐらいあります。そうですね、これにプラス80ぐらいあるってことですね。山すごい険しい山ある点と池もありますので、また機会あればまたご案内させていただこうと思っております。なんかどうですか、この何年もこう廃村を見てきている中で、例えばこう見始めた頃と今日の景色とかって変わってきてたりもするんですか？それともずっとやっぱりね、年々今日も数年前から2年前に行ったところを久しぶりに見たりとかしてますけども、だんだんと建物とかそのだんだんと朽ちてきてますし、当然朽ちてくるんでしょうけども、ただ、ね、そこに以前から住んでおられて理想された方たちのその思いなんか、行くたびにその辺がこう、ね、心にジーンとくるような思いだったりとかしてて、結構どういうんですかね、何度同じ場所に何度行ってもこう感動するっていう心に残るのが廃村かなと思ってますね。そうですね。今日一日ご一緒させていただいて、この辺にお住まいの方とすごいほとんどお知り合いみたいな感じですよね。山とか歩いてたら地元の方とお会いできるんで、いろいろと会話させていただいて、そうだからその離村された方々の顔とかも知ってるがゆえのそういった感情もあるかもしれないです。それもある。ありがとうございます。はい、皆様も引き続き応援していただけると嬉しいです。はい、ではまたグッドボタンやコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。